こんにちは、マリンです。大阪を拠点として東京でも活動しています。アーティストさんへのメイクアップが多いです。斬新な色味や奇抜なラインを引いたメイクアップが得意です。こんにちは、坂西徹です。東京をベースにエディトリアルや広告やカタログなどを中心にメイクをしています。フローレスでタッチャブルなスキンだったり構築的なメイクまで幅広く得意としています。こんにちは、かなこです。私は東京ベースでメイクアップアーティストをしていて、普段はファッションやアーティストの方のメイクをしています。遊び心があってちょっとユニークかつポップなスタイルが得意です。今回魔女というテーマで思い浮かんだのがウィキッドで、エルファバをイメージした緑と赤を基調としたメイクアップになっています。強くて魅力的な女性を作ろうと思いました。今回魔女っていうテーマをいただいた時に、人との同調圧力に屈しない自分を持っている人が魔女らしいかなと思い、パンクの要素とその魔女の要素をミックスしてみました。魔女って聞いた時にすごい力強い女性をイメージして、ラインストーンを今回は使ってすごい魔法をかけた時のキラッてした感じとか弾けるような感じをメイクで表現できたらいいなと思ってます。こんにちは、メイクアップアーティストのマリンです。モデルのミラノです。よろしくお願いします。アレルギーとかはないですか？はい、特にないです。はい、じゃあ始めます。最初スキンケアからですね。一回水いきます。水で落とせる水クレンジングっていうもので肌の油分を取っていきます。パーツをつけることが多いので、油分をつけすぎてメイクが落ちないようになるべくシンプルにやっていきます。ビオデルマっていう海外のものを使ってます。化粧水なんですが、コスメデコルテの永久シリーズがよく使うやつです。基本的にどのモデルにも反応しないのでよく使ってます。このペーハーセンシティブトーンって肌の pH を整えてくれるみたいなやつで、香水みたいないい匂いがするっていう人気の証拠らしいです。めっちゃいい香りする。保湿も割とシンプルにしたくて、1個でしっかり保湿できるものを選んでます。アンブリオリスっていうやつですね。乳液も一緒のブランドのコスメデコルテのやつですね。次に同じブランドの美容液を塗っていきます。きちんと肌の乾燥がしないように美容液まで塗ることが私の決め手です。次にクリームを塗っていきます。僕はスキンケアが終わったらハイライトをいきます。一番最初にやっておくと、この上にファンデーションとかをやった時に内側から自然に発光する感じになるので、あまりギラつき感がなくとも素肌が美しく見えるようになります。これはマディーナスティックのハイライトですね。下地を塗っていきます。マキアージュの下地を使わせてもらってます。先にこれを塗ってからスポンジで叩くのが好きです。コンシーラーはロラメルシェです。使ってるブラシはメイク道具じゃなくて絵筆ですね。肌へ当たる感じさえソフトだったら、形状だったり長さだったりがちょうどいいものが結構あるので、絵筆はよく使います。先に目元をコンシーラーで塗っていきます。そんなにカバーするところがないときは薄付きのものを使いたいので、今日はナーズのファンデーションを使っていきます。で、のせるときにブラシでのせた方がツヤ感が出るので、ファンデーションブラシで全体にのせていきます。肌綺麗。ファンデーションはアルマーニのマエストロを使ってます。テーマが魔女なので、多分あんまり太陽の光当たってないだろうと思って、スキントーンより明るい色を使ってます。で、ちょっと気になるニキビとか目の下の暗みとかをコンシーラーでカバーしていくんですけど、カバー力の強めなボビーブラウンのものを使っていきます。指で広げると乾燥して見えちゃうので、なるべく叩き込むような感じで置いていきます。アイメイクに移っていきたいと思います。で、初めは黒いアイライナーを使っていきます。緊張しますこの目の流れに沿って強いラインを引いていこうと思います。アイラインは三ツ吉のライニングカラーを使っています。これが結構伸びもよくって、こうやってついちゃった時も綿棒で軽くするとすぐ取れるので愛用してます。次に、シェーディングというものをしていきます。
でパーツを乗せるときにしっかり骨格を作っておかないとパーツの立体に顔の立体が合わなくなるので、しっかりここで骨格を作っておきます。で最後にもう一回コンシーラーのレイヤーをかけます。基本的にコンシーラーは赤みをキャンセルするために使っているので、顔のこのトーンを全部統一させる目的ですね。今からシャドウでこのラインをぼかしていきます。結構こういう奇抜なデザインとカラーリングのメイクアップを得意としていて、メイクアップはお絵描きのような感覚でいつもさせてもらっています。で次は眉毛をしていくんですけど、私こういう石鹸を使っていて、普通に市販のものなんですけど、水に濡らすとちょっとワックスっぽくなって眉毛が綺麗にコーミングできるので、それを使っていきます。今回結構目元と口元にインパクトがあるので、眉毛はかなりシンプルにしていきます。次に緑のカラーを足していきます。今回なぜ緑にしたかというと、このウィキッドのエルファバをイメージしたメイクアップなので、エルファバの緑と、あと最後に使う赤リップで表現していきます。この黒いラインを引いたところからグラデーションになっていくように作り込んでいこうと思っているので、ちょっと違う緑をいろいろ重ねていきます。じゃあアイメイクに行きます。ちょっと光ると若干緑になるパウダーがあるんですけど、これをところどころ塗っていきます。これネイル用品ですね。今肌に使っても全然大丈夫なんですけど、で今から使っていくのが今回の私の一番大切なアイテム、シジルインスパイアードっていうルースパウダー式のアイシャドウになってます。すごいんですよ。このグリッターがめちゃくちゃこんな感じですごい色で、ただの緑ではなく陰影があったり光によって変わっていく感じを表現したいと思ってます。じゃあ今日はこれをつけていきます。レースとスタッツですね。アイプチでつけていきます。最初に魔女っていうテーマをいただいた時に、当時の魔女ってその調べた文献によるとサブカルチャーの一形態っていうものなので、ちょうどそのパンクっていうものにも一種通じるものがあるのかなと、パンクのテイストを入れたいなと思って、このスタッツはモチーフとして使っていて、ちょうどこのレースっていうのが15、16世紀に飾りとして発達したのもこの辺りだそうです。なので年代記にモチーフをそこに合わせてみました。でパーツに移っていきます。今回赤い点のパーツをバーってつけていくんですけど、すごい魔法をかけた時の弾けるような感じを表現したくてラインストーンを選びました。顔のバランス的に眉毛と目がすごく近くてすごく綺麗なので、なるべく下にポイントを持っていきたいなと思ってます。メイクだけどコスメじゃないものを使ったメイクっていうのはすごい惹かれるんですよね。普段使いそうにないものを探して使うのがすごく好きです。先に眉毛を描いていこうと思います。自作で色を調合したアイブロウになります。ちょっと自分の好きな色が全然なくって、自分で作っちゃおうっていうことで大学の研究所で作らせてもらってます。で次につけまつげをしていくんですけど、こういうちっちゃく切ったパーツがあって、これで部分的につけていきます。こんな感じで人間にはないようなちょっと違う生き物みたいな感じをまつげで表現しました。今回はこのまつげを使っていこうと思います。こういう奇抜なメイクアップがいつも多いので海外から発注しています。この目の形に沿ってつけるのではなく、このラインに沿ってつけるのが今回のポイントです。あまりその魔女だからといって暗いイメージにもしたくなかったし、ポジティブだったりポップだったりするのが多分時代感にも合うのかなと思って明るい色にしてます。ファンデーションを塗っていきます。でこのファンデーションも自分で色味を調合したファンデーションを今回使用してます。やっぱりこういうメイクアップをしちゃうとその粉落ちがすごいついちゃうので、最後にこの肌を整えていきます。でまだ20分ある。やれるかな。じゃあ目周りにもつけていきます。スタッツ。最終的にやっぱり美しくはあってほしいと思うので、そのスタッツをつけるバランスだったり
レースだったりもミラノさんが美しく見えるようなバランスで作ってみました。リップも赤リップを使っていくんですけど、ポジティブな魔女、ちょっと元気な魔女にしたいので、ちょっとポップな明るい色を選びました。マーク・ジェイコブス使ってます。じゃあ次にシェーディングを行っていきたいと思います。で今回使用するシェーディングがこのドルチェ&ガッバーナのリキッドタイプのシェーディングを使っていきます。でこれが私すごいお気に入りで、もう本当に1滴ぐらい垂らしてもらって、こう手でこうぼかしていくと結構どんな肌の色の方でもわざとらしくないシェーディングができるのでお気に入りです。もともとミラノさんは骨格がすごい綺麗なんですけど、さらに引き上がった骨格にしていきます。で目元のキラッとした感じと質感を合わせるためにグロスも塗っていきます。なんかセクシーな魔女のイメージを直感出すために軽くオーバーにしてます。リップを塗っていきます。で今回はちょっとこのチークと合わせたベリー系のこの真ん中の色味を使っていきます。ちょっと濃い色味とブレンドしていくことにします。で上からこういった赤のグリッターを叩いていきます。リップとかそのままでいきます。なんかもうすでにちょっと強めの要素が多いので、要素を足しすぎると逆に焦点がぼやけるというか、ナチュラルというかあまり何もしない方が見せたいポイントがばらけないかなと思ったので、そのままにします。ちょっと青っぽい感じの色味のハイライトを塗って終わりにしたいと思います。練りタイプのハイライトを使うことによってもうここに入れたいっていうピンポイントで使うことができるので、いつもこれを重宝してます。あと5分で最後の1個つけます。若干パーツを全体のバランスを見て最後につけたら終わります。よかったです。間に合いそう。ちょうどはい、これで完成です。終わりました。完成です。魔女になった気分。魔女のおしゃれ番長。ちょっと黒目が。あ、これも綺麗。これもいいね。なんか新しい発見ができそうです。いや本当に色合いとかもどんな感じなのかとか、ちょっと道具とかも教えてください。気になる。なかなか教えてほしい。後でシェアしてください。確かにメイクさん会うことないから。おうわー、やば、すごい全然違うやん。違いますめっね。ちゃ違う。でもなんかいいですね。みんなそれぞれ。カラーリングも違うくて。めっちゃ素全敵。然違いますね。ちょっと全部聞きたい。一個一個気になる。これはパンクもちょっとテーマに入れて、なんか魔女ってすごいパンクな存在じゃないかっていう。ちょっとトゲがある感じ。この肌のやつは何ですか？あ、これですか。これはレースをカットして、レースなんや。でめっちゃ素敵。アイプチでペッてつけました。あ、アイプチでつけてるんですね。私もアイプチめっちゃ使ってます。つけまのりとかじゃなくて。じゃなくてアイプチ。落ちる時も落としやすいですしね。そうですね。今度から使います。ぜひアイプチおすすめです。色合いもすごいなんかナチュラルカラーというか。ね、シルバーとゴールドですか？そうですね。スタッツとレースの主張が強いんで、他の部分はあえて要素を落として、まあ一応ファンデーションとかはやってるんですけど、まああとマスカラもちょっとだけやってますが、それ以外の要素は逆にちょっと省いてます。素敵。ありがとうございます。ウィキッドをテーマにしていて、緑と赤を使ったメイクアップです。すごい、この気になる。そうなんです。ちょっと妖艶さを出したくって、それでこの角度でこの彫りが強調されるような感じで意識してやりました。コントは綺麗ですね。ありがとうございます。素敵。骨格とあと口のなんかメタリックみたいなそうなんで感じ。す。上からシャドウを重ねていて。シャドウなんや。そうなんです。めっちゃ素敵。ポンポンとやっています。可愛い。ありがとうございます。すごいなんか強いそうな感じ。そうですよね。美しい魔女って感じです。私もテーマが強くて美しい魅力的な魔女みたいな感じのがテーマだったので。これも
あれですか、先ほどおっしゃってたアイプチですか？あ、そうです。あーパーツは全部アイプチでつけてて、まつげもアイプチです。ツヤ感がすごく素敵です。ですよありがね。とうございます。ハイライトとかを塗ってるんですか？これはなんか緑のすっごい細かいなんかネイル用のパウダーがあるんですけど、それをハイライト代わりに使ってて、なんかちょっと何やろ、魔女の意地悪な感じ、緑の色を軽く入れたくて、目頭のストーンがちょっと緑なのとツヤをちょっと緑にしてます。同じモデルさんじゃないみたいに見えます確かに、ね。そうですよね面白い。なんか肌の質感からみんな全然違ってすごいなんかテーマに合ってて本当ですね。面白いそうですね。素敵やっぱ違いって素敵ですね。うんいやー楽しい本当にね、めっちゃ楽しい。なんかあんまこういうのないから、確かにこういうのをこうザみたいに見ることがないので、挑戦したいです。いろんなメイクにそうですねこれからもね、なんか男性ももっとしてほしいなって思います。なんか最近どんどんこう増えてメンズメイクも増えていったりとかしてるので、ぜひ僕はちょっと面倒くさがりなのでまあどうでしょうと思いつつも、でもなんか、あまりそのジェンダーとかこだわらず、自分が単純にやりたいものだったり表現したいものを表現できる世界ってすごいいいなと思います。ファッションの一部というか、服と合わせてまた自分の顔を変えることもできるのもメイクですし、日によってこう変わるのいいですよね。